マーカケンです。加藤です。マイカです。今回はこの間コナミで行って試遊をしてきて、はい、マヤゲカさんが途中でボタン配置を入れ替えたりして、そうなんですよ。してましたね。変えなきゃできなかったんですよ僕。まあできないことはなかったんだけど、めちゃめちゃ違和感あったから、はい、そう変えちゃおうって思って。新操作とか入ったりしたので、今回はボタン配置を改めて確認するのと、マヤゲカさんが実際にやってたキーコンフィグを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらが一応バージョン1で自分たちがやった時のボタン配置ですかね。もうこれが初期だね。そうですね。もうこれじゃできない俺は。俺じゃできなかったわ。できたはできたんだけど、考えながらやっちゃった。超考えましたね。超考えながらやった。はい、そう、ここを押すと、こういってこっちがこうなってみたいなのがかなりやった、多分これは EFT やった人たち、なんだろう、体験版の期間に EFT やり込んだ人たち多分全員が陥る闇ですね。多分全員苦労すると思うここは。だから、ボタン配置変えちゃえばいいんじゃないっていうのが俺ので、俺聞いたじゃん、コナミの人に、これ変えたらオフェンスとディフェンスでごっちゃになっちゃいますかみたいな。聞きましたね。そう、例えばなんかこのさ、なんだろうな、ダッシュとかさ、ダッシュはあれか、マッチアップの位置とかこっちで変えちゃったらオフェンスの方でのその L2 のボタンとかのあれも役割も変わっちゃうんですかって聞いたら、いや大丈夫です、変わんないですって言ったじゃん。どうぞ言ってました。これは変えようと思って、全部一緒に変わっちゃうんだったら、これで慣れなきゃダメだなって思ったんだけど、なんだ両方なんか混合されないんだったら、自分のやりたい位置に変えちゃえばいいやって思って、思いつきました、この作戦を。いや、前はそれ変わっちゃったんですよね。前はそう前はね、一緒にガチって変わっちゃって、じゃあこれじゃ慣れるしかないなってなってたんだよね。ってなっちゃったっすよね。それがこれ進化である意味。いや、これできるんですこれできるのかなりでかいよね。だからなんか人によってね、ボタン配置とかちょっと変わるんじゃないかなって。なんか操作増えた分やっぱり人によってかなり違いは出るかもしれない。なんかね、どのボタンを大事かって思うかで多分ボタン配置かなり変わってくると思う。あの人はあの操作でやってるとか、多分動画出すと思うわ、これみんな最初。ある程度多分トップ層のプロの人たち、僕はこの操作でやってますっていう動画が出るぐらいめちゃめちゃ重要な要素になってくると思う、このボタン配置変えられるっていうのは。出そうだわ。絶対出ると思う。俺も多分激高なチャンネル出さないんだったら多分自分で出してるもん、多分これ。今までウィリーやってた人たちが知らない操作があるじゃん、マッチアップだったり。そのマッチアップをじゃあウィリーやってた人たちはどこに配置するのかとか、多分そういうのもかなり重要になってくるんだよね。そうっすね。そんで今までウィリーやってた人もユースやってる人もフラットでまずチームプレスが R1 なんだよ。結構ね難しいと思う。俺はめっちゃ違和感あった、 R1 でチームプレスっていうやるの。なんかちょっと FIFA やる時でさえさ、チームプレス四角に変えたりするのにさ、でユースの時はなかったじゃん。ないですけど復活したわけじゃん。で初期配置が R1 になってるんだよ、ボタン配置が。これ全然なんかね、指がうまく動かなかった俺。 R1 って思ってて試合やってても集中してると気がついたらなんか他のボタンを押そうとしてるというか、R1 かみたいな、覚えられないです。覚えられなかったんだよね。だから覚える必要ない、そんなのはもう自分が覚えやすい配置でやろうっていう。であと変わったところで言うと L2 がマッチアップになってる。マッチアップは今までウィリーやってた人たちは知らない、知らない操作で、EFT やってた人たちは×でやった操作。これなんだけど L2 になるとマジで勝手が違う。なんかあんなにマッチアップ俺ずっと押してたっていうか結構頻繁に押してたのに、L2 になってたの押せなくなったの、始まって1試合。いや、わかる。最初出なかったっすね。こっちかみたいな。俺は左の中指上手に動かせない人だから、L2 のマッチアップはきつかった。でもマッチアップ使わない人とか、あと FIFA だとあれだよね、L2 ジョッキー初期だよね。そうですね。FIFA ちょっとやってて L2 でジョッキーやった人とかはマッチアップの位置は変えなくてもいいのかなっていう気はする。で EFT やってた人はマッチアップの位置は多分変えた方がいい。バツプレスをどこに置くかって、それが L2 にするってことですか？俺はバツプレスは使わない人だから。そっか。そう、なんかあとね、そう今までこれウィリーやってた人でバツプレスをめっちゃ使う人がいる。プロとか言われてる人でも多分バツプレス結構使ってましたっていう人もいるぐらい、使う人と使わない人で結構差がはっきり分かれてるというか、これをどこに置くかっていうのはかなり
ウィーでやってた人たちはバツのまんまでいいと思う多分。まあそうですね、やっぱり慣れ的にもイーフト触ってないでウィーでやってた人たちはバツはまあそのままでいいのかなって。イーフトやってた人たちがどこに置くかこのボタンを。いやこれ結構分かれそうですね。でもイーフト最後の方みんなマッチアップしてるじゃないですか。そうなんだよ。最初はそうできてない人多かったですけど、でそうなるとマッチアップの位置を多分みんな癖でバツに置きたくなっちゃうと思うんだよ。ですね。そうするとプレスが L2 になっちゃうんだけど、多分ねそんな柔軟にサクサクって L2 でプレスできる人ばっかりじゃないと思うんだよ。でいや俺無理っすもん多分。で多分 L2 使わないでプレスに行くのも不安だと思うんで、そういう人たちって。ああ確かに。そうなるとこのボタン配置は結構難しいのかなっていう。ただ多分この初期配置でやる人ももちろんいると思う。これで慣れちゃうみたいな。ただ多分それよりなんかこう今までサッカーゲーやってた人たちはなんかこう自分が操作しやすいようにアレンジするというか大事かなっていう。まあ一応バージョン1で変更できるようになったのが、まあ、ここのカーソルチェンジ。そうですね、これねみんな結構歓喜なんじゃない？これは選手基準とボール基準、なんで最初から2つ用意しなかったんだって俺は思ったけどこれはね、まあ今まで通り選手やってた人から変えられますよって、でこれイーフトやり込んでた人でせっかくこれで慣れたのにっていう人は別にボール基準のままやればいいと思う。まあそうですね、別にその人基準に変えなくていいと思う。はい、前の動画で言いましたけどハイタムとかね。そうハイタムなんかはマジでボール基準でやればいいと思う。あいつもう染み込んでしょ指にっていうことですよね。そうだからそのわざわざちょっとそのなんだろうなウイイレ要素が戻ってくるからって言って、そのせっかく半年間とかさやり込んだ人やり込んだだけじゃん。ですね。その感覚が絶対あるから、そこはその自分がやってきた感覚を信じた方がいい絶対に。多分ボール基準で大丈夫で、ボール基準でやっててなんかカーソルうまく飛ばせないなみたいな、やっぱ遠くまで飛ばせるようになったからそうするとやっぱ今までのボール基準とも多分ちょっと感覚変わると思うんだよね、やっててそんなとこまで変わっちゃうんだっていうのがあると思うから、その辺はやりながら多分自分で調整していった方がいいと思います。あとはまあタックルタイプはちょっとあんまり。これねタックルタイプ俺は2つ試しましたわ。これタックルタイプってこれどういうことですか？今までさ2回押してタックルするモーションあったじゃん。ウイイレでいうとこのバツ2回押すとクッてやってくれるやつだったよ。あれこれはあれのモーションが変わる。そうするとねこれあれねショルダーチャージとさ、なんかあるよね、スタンディングタックルみたいな、スタンディングタックルみたいな2つがあるんですよこれ。なんでこのスタンディングタックルとかショルダーチャージっていうのはスライディングとはまた別です。そうです、あれは丸です。スライディングは普通にね普通に丸で、ウイイレやってた人たちがやってたバツ2回タックル、あれのモーションが2つになりましたよっていう。でこのショルダーチャージっていうのは今までのこうやってチャージングってそうそうなくなってるじゃん。チャージングのなんかググググっていう感じに近かったショルダーチャージは。チャージングの時に押した時のような挙動をしてた。そんな使わなかったからあれだけど、そんな余裕なくて余裕なかった。余裕なかったで、もう一個のショルダーじゃなくてスタンディングタックルみたいなやつは今までのウイイレでいうとこのバツ2回押しみたいな。ああそういうことか。あっちの感じのイメージだから俺多分使うんだったらショルダーチャージの方使う。結構なんかそのタックルって、そのウイイレの前のタックルだとちょっとやっぱファールになりやすかった気がするんですよ。まあでもなんかさショルダーチャージってどうなんですかね。いや当てる難易度が高すぎて2時間で俺そういうことうまく当てらんなかったわ。そうなんだ。なかなかうまく当てらんなかった。なんかここのチャージボタンってそのタックルタイプっていうのももしかしたら人によって好みが出るかもしれない。俺は多分足伸ばすそのスタンディングタックルショルダーチャージが強いと思った。ちょっとやっててファール取られないな。どれぐらいファールになるかどうかなんだよね。分かんないですね。俺は特に当てるところまでたどり着けなかったからね。俺まず使ってすらない。ちゃんとうまく動いてくる相手に対してショルダーチャージをこうピンガチって当てる技術が足りなかったから、どれぐらいファールになるかとか検証できなかったんだけど、多分結構信じてるショルダーチャージ。この辺練習する。まあいつも通りですかね。そうだね。残りは入力ガイドとかカーソルチャージ、カーソルチェンジターゲットとかターゲットガイドオンとかいいです。それ一緒はね。正気がオートになってるぐらいじゃないカーソルチェンジ。そうだね。そこはマニュアルに変えた方がいいね。マヤゲカさん最初ちょっと変え変えてたわ。生きって3でやったのよ。でこのイーフトのパスサーチっていうのはなんかウイイレやってた人たちに説明すると、1が今まででいうとこの3でいいのかな。
そうめっちゃサーチかかりますよってやつ、あもうパスの強さとかも自動でゲーム側が設定してくれますよ。そうですねイーフト基準だと3っていうのはめちゃめちゃパスずれるけど、なんか軽く押せば軽くパス出してくれて、うん強く長くパスをボタンを押せば速いのを出してくれるそうみたいなやつなんだけど、とりあえず最初3でやってみたんですよ、うん1試合目全然見てなんか合わなそうでしたね。ためちゃめちゃずれたわ。ああずれてましたね。めちゃめちゃずれた。うんあとパスめちゃ弱かったわ。ためたら速いの蹴れたんだけど、あためる余裕がねえんだパスゲージそんなに。あそうだわ。そうプレスめっちゃ速くて、確かに。強いパス出そうって思った時にゲージをめちゃめちゃためなきゃいけないっていうその時間差があるとうんグッてプレスかけられて積む。そうっすね。だから俺は多分1でやると思う。これはボタン配置をどうするとか全く関係なくもう1にすると思う。うんとりあえず1でやると思う。とりあえず1。はいまあイーフトを1でやったからね。そうですねその辺はかなりイーフト基準だと思う。パスの感じとかああそうなんですね。 3でやると今までのウィルよりずれる。そうだ、ボタンどうする2人は。いやでも確かにやっぱ俺マッチアップ L2 にした時に L2 俺使えなかったんですよね。一緒ですマジで一緒。もうなんかそうですね。なんか俺マッチアップだからほぼしてないんですよね。なんか押せなくて押せなかったもうなんか、なんか L2 押す習慣がなさすぎて考えすぎちゃってあれだよね。そうだからやっぱりイーフトやってた人はやっぱ×にした方がいいんじゃないかなってとは思う。俺も思うんだよねそれは。多分もうイーフトやってた人ってほとんどそのボール奪う手段多分マッチアップだったと思うんですよ。そうだね。そうだね。あとマッチアップめちゃめちゃ強かったから結局そうですね。マッチアップは使えないと多分話にならないから弱くなってるとかないですもん。なかったね。しかもイーフトの時より取れる範囲が広がってるからマッチアップ。しかも勝手にボールもね、なんかプレスと今なんかイーフトのマッチアップと今までのプレスなんかセットでくっついた技みたいになってて、取れる範囲異常なんだよね。そうですよね。人に言ってくれるしマッチアップをしてるだけで多少は。ってなったらちょっとイーフトやってた人はそっちでもいいのかなって俺も含めって思いましたね。そうです。自分ももう最初はボタン配置そのまま、2時間ずっとやってたんですけど、マヤギカさんの話を聞いたりしたらやっぱ変えた方がやりやすいのかなっていうふうに思いました。なんか指自体はそんな使えるんで、格ゲーは結構器用なんですよね。格ゲー器用。なんか俺らと違うから。このゲームはこの操作、ウィーレはこれ、FIFA はこれって感じで結構使い分けは結構前からそうですね。できるんですけど、やっぱりなんか、四角プレスとかチームメイトプレスそうだね。R1 の感覚が、唯一なかったから、そうだね。チームメイトプレスね、あれは多分場所変えた方がいいと思うよみんな。そうですね。自分は唯一そこぐらいですかね。でも格ゲーが違和感感じるんだから。また格ゲー基準だ。そうそんなになんかこうウィルはウィルの操作で FIFA は FIFA の操作で言ってる格ゲーですら R1 のプレスにはちょっと違和感を感じるってことは。でも一瞬カチッと押すだけじゃないですか。そうなんだよね。四角プレスなんか調子しか使わないなんかちょっと変なそれはそれでなんか違和感あるんですけどね。確かにそうなのよ。なんか今までずっと押してるじゃないですか。そうだ。一回押すだけでいいのか。調子だったらカチッでよくないですか。確かに。そうだ。一回押すだけだったら R1 も全然いけそうだわ。だからそこわかんないですねまだ。わかんないね。これはもう出てみてから。マジでわかんないです。出たら3人それぞれ多分3人とも違うと思う。個別のボタン配置とかかもしれないですね。そこやっぱりトレーニングモードにこもってちょっと自分なりのあれを見つければいいんじゃないですかね。そうだね。多分ね慣れた方がいいと思う。ウィーレでもイーフトでもない正直このゲーム。なんかねお互いに慣れた方がいい。ウィーレやってる人たちも多分このゲームに慣れなきゃいけないだろうし、イーフトやってる人たちもボタンが追加されたってことにならなきゃダメ。そうですね。はい、というわけで今回は新しい操作とキーコンフィグについてやってきました。結構ボタンとか違うと思うんで、皆さんそれぞれのおすすめのカスタマイズをしてみてください。というわけで今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょー。